こんにちは、みどりです。今回はこちらのアフリカンフラワーのモチーフの編み方をご紹介していきます。完成形はこんな感じですね。花のモチーフとなっています。で、周りは四角くコースターのような感じで編んでみました。で、今回もしこちらと本当に同じように作りたい方もいらっしゃるかなと思って毛糸も一緒にご紹介しておきます。これはセリアで購入しましたソロフィムというものですね。で、カラーは白がカラー1で、濃い茶色はナンバー9で、グレーがこれですね、ナンバー4で、ピンク色はこちらのシリーズでなかったので UV コットン 100% っていうののカラー3で編みました。で、こちらだけ少し糸が細いんですけどもそんなにで針は5号で編みました。で、この UV コットンっていうのだけ少し細身なんですけども、編めないことはないのでちょっとあまり気にせず編んでしまいました。で、仕上がりこんな感じで、このピンクがね結構色味のポイントとして可愛くなるかなと思ったので、この糸をね使ってみました。では実際に編んでいきます。ではまず作り目をしてから鎖編み5目編みます。針をこのように引っ掛けて糸を引っ掛けて引き抜く。で、これで作り目ができました。で、次に鎖編み5目編みます。1、2、3、4、5。そうしましたら1目めに針を入れて引き抜き編みをします。糸を引っ掛けてこちら側も引き抜く。よいしょ。これで引き抜き編みができました。で、こちらに輪ができてますね。この中に針を入れて編んでいきます。では1段目、長編み2目鎖編み1目を8回編んでいきます。まず立ち上がりは鎖編み3目編みます。1、2、3。これが長編み1目の代わりとなりますね。で、次に長編み1目編みます。糸を引っ掛けてこの鎖編みで輪を作っているので、この中に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。もう一度引っ掛けて、よし、長編み1目編みました。そうしましたら鎖編みを1目編んで、次に長編み2目鎖編み1目をあと7回編んでいきます。1、2で鎖編み、長編み2目、で鎖編み。1、2、3、4、5。あと3回ですね。1、
2、3、でここまで編めましたら、最初に立ち上がりで編んだ鎖編み3目の3目目に針を入れてください。1、2か1目目は結構隠れてるので1、2、3、ここですね。で糸を引っ掛けてこっち側も引き抜く。これで1段目ができました。次に2段目を編んでいきます。で2段目は糸を変えますので、これは10センチほど残して切ってください。よいしょ、このくらいでね。でこれは引き抜いて大丈夫です。で2段目を編んでいきますね。2段目はピンクで編んでいきます。そうしましたら、長編み2目と長編み2目の間の鎖編みのところにこの隙間がありますね。で隙間のところに糸をこうちょっと入れ込んで、10センチほど残して結んでください。よいしょ。ギュッとね。で結ぶ時にこの糸端が後ろ側にしとくと糸処理を最後する時に綺麗になりますので覚えておいてください。でそうしましたら2段目は長編み3目鎖編み1目を8回編んでいきます。でまず立ち上がりで鎖編み3目編んでいきますね。1、2、3でこれが長編み1目と数えます。であと2目、この長編みと長編みの間の穴のところに針を入れて、この隙間ですね、隙間のところに針を入れて長編み2目あと編んでいきます。1、2でそうしましたら鎖編み1目で次またこの隙間のところにここですね、この隙間のところに長編み3目を編んでいきます。1、2、3で鎖編み1目、これを繰り返していってください。で1目、1、2、3で鎖編み1目、1、2、3、1目、1、2、3、1目、ここはここですね。1、
2、3、1目、ラストですね。1、2、3で1目で2段目が編めました。でそうしましたらまた最後この立ち上がりの3目目に引き抜き編みをします。1、2、3、ここですね。よいしょ、針を入れて糸を引っ掛けて引き抜く。でこちらもちょっともう一回やりますね。糸を引っ掛けてこちら側も引き抜く。これで2段目ができました。でまた糸を変えますので10センチほど残して切ってください。よいしょ。で引き抜きます。こんな感じですね。2段目では3段目を編んでいきます。3段目も同じように糸をよいしょ、この穴の中に入れて結んでください。ギュッとね。よいしょ。でここから編んでいきます。では3段目は長編み2目、鎖編み1目、長編み2目を8回繰り返していきます。それもまたこの穴の中に編んでいきますね。でまず立ち上がり、長編みの代わりに鎖編み3目編んでいきます。1、2、3、これで長編み1目の代わりですね。ではまず長編みもう1目編みます。で次鎖編み1目で長編み2目、この同じ穴に入れてくださいね。でこれで一つのブロックとなります。よいしょ。これをあと8回繰り返していきます。1、2で鎖編み1目、長編み1、2でまた長編み2目で鎖編みを挟んでまた長編み2目、これを繰り返していきます。ここまで編めました。では最後はまた同じように立ち上がりの鎖3目目に引き抜き編みをします。1、2、3、3目目ですね。ここに針を刺して糸を引っ掛けてこちら側まで引き抜く。これで3段目までできました。で4段目は同じ色にしようと思うのでまた引き続き同じ色で編んでいきます。では4段目は長編み7目を8回繰り返していきます。で編んでいく場所なんですけども、このピンクの長編み2目2目ずつありますね。これの間の上に長編み2目、鎖編み、長編み2目が編まれていると思います。これの鎖編みのここですね。ここに長編みを7目入れていきたいと思います。ですので今スタート時点がここなので引き抜き編みを
2目してこちらまで糸を移動させたいと思います。長編みの上にあるこの鎖編みのようなとこですね。ここに糸を引っ掛けて引き抜く。これで1目移動しました。でもう一度鎖編みの上、長編みのこの上ですね、この鎖編みみたいになっているとこに糸を引っ掛けて、よいしょ、引き抜き編みで、これでここの鎖編みのところまで糸が移動したと思います。そうしましたら、ここから長編み斜めを8回編んでいきます。ではまず立ち上がりで鎖編み3目編みますね。1、2、3で、あと長編みを6目いきます。1、2、3、4、5、6で全部合わせて長編み7目分となりました。でそうしましたら、またここのピンクとピンクの間の上のここの鎖編みですね。次ここには編まないってことですね。ピンクの上ではなくて間に編んでいくという形になります。ではまた長編み斜め編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7で、またここ、よいしょ、6、7、よし、一周できました。でまたここも同じように立ち上がり3目めに引き抜き編みです。1、2、3、ここですね。糸を引っ掛けて引き抜く。こちらも同じように引き抜く。ギュッとこんな感じで同じようにもう10センチぐらい残して、よし、1、2、3、4段までできましたね。一旦ちょっと裏が結構出てきたので糸処理しちゃおうかな。糸処理は最後まとめてでもいいですし、ちょっと気になるようであれば途中でやってもらっても大丈夫です。じゃあ一旦私は糸処理しますね。はい、では糸処理先にちょっとやってみたいと思います。糸処理はね、簡単なんですよね。この一番最初に輪を作ったところの糸ですね、ここからやっていきます。よいしょ、糸を針の穴に入れて、でここはこの輪になってるところをぐるっとギュッと入れ込んで、ギュッと引っ張って、この穴が開かないようにすると綺麗かなと思うので、締めるようにギュッと力を入れて引っ張ってください。でそうしましたら、この糸が絡まるように逆方向ギュッと、よいしょしょ、こんな感じで絡ませていってください。こっちにね、響いてないか確認しつつ、でこうやってギュッてしまいましたら、糸端を切って終わりです。で他のも一緒なんですけど、ピンク色、こういうのとかはなるべくピンクのところに重ねるようにすると見た目が綺麗かなと思います。でもね、ちょっとよいしょ、であんまり引っ
張りすぎて、こういう輪になってるところに入れると糸が目立たないのでいいかなと思いますね。こんな感じで絡ませつつ、でこんな感じでどんどん糸処理してみてください。では残りやっていきますね。はい、糸処理をして4段目まで編めました。1、2、3、4段目。こんな感じですね。裏も綺麗に糸処理しました。では次、5段目ですね。5段目は細編み斜め、長編み1目を8回繰り返していきます。で細編みはこのカーブのところですね。この花形みたいな、ここに細編みを斜め編んでいき、ここのところに長編みを編みます。でそれを繰り返していきますね。では編んでいきます。でいつもと同じようにここに糸を縛ってギュッと、でまずここの鎖編みのとこですね、長編みの上のここに針を入れて、まず立ち上がりの鎖編みを編みます。でそうしましたらここの同じところに細編みを編みますね。針を入れて引き抜く、もう一度引っ掛けて引き抜く。これで細編みができました。これをあと6回繰り返していきます。2、1、2、3、4、5、6でこれで長編みのところを上に斜め分ね、細編みが編めました。で次に長編みを編むのですが、針の入れる場所がここではなくてこのピンク色の上ですね。ここの穴のところに針を入れて長編みをします。こんな感じで次はまた細編みを斜め編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7で同じように長編みをここの針穴のところに入れて、でこれを繰り返していきます。4、5、6、7で最後に長編みで1周できました。で最後はこの細編み1目目のところに引き抜き編みですね。糸を引っ掛けて引き抜く。よいしょ。で10センチほど糸を出して切って引き抜く。よいしょ。こんな感じで12345段目ができました。あとラスト6段目編んで完成となります。あともう少しですね。では最後6段目を編んでいきます。編み始めはこの長編みをした上のここから始めていきますね。ここに針を入れてもらって糸をよいしょ引っ掛けて
結んでください。よいしょ。でこの長編みのところは中長編みをしますので、立ち上がりだけは鎖編み2目で補います。1、2、これで中長編みですね。で次に細編み4目編んでください。隣に1、2、3、4、4目編みましたら、次は中長編みを編みます。で次に1、2、3、2目開けて3目目はこの長編みのところに来てるかと思います。でそこに長々編み3目の玉編みを編んでください。長々編みっていうのはこの2回糸を引っ掛けた長編みですね。これで糸を引っ掛けて2本ずつ引き抜く。よいしょ。で1つできました。で同じように糸を2回引っ掛けて同じ穴に入れてください。よいしょ。でもう一回。よいしょ。ここで3つ長々編みができましたね。そうしましたら糸を引っ掛けて一度に引き抜く。これで玉編みができました。そうしましたら1、2、3鎖編みを3目編みます。で次にもう一度同じこの穴に長々編み3目の玉編みを編んでください。糸を2回引っ掛けて同じ穴ですね。よいしょ。2本ずつ引き抜く。よいしょ。で糸を2回引っ掛けて同じ穴に入れて、よいしょ。で3つ編めましたら糸を引っ掛けて一度に引き抜く。で次に中長編みを編むんですけども、2目開けて3目目に中長編みを入れます。1、2、3目目。よいしょ。で次に細編み4目編みます。1、2、3、4。そうするとここがちょっと角が出た感じになりますね。でここがまた長編みのところですので中長編みを編んでください。これの繰り返し、これを4回繰り返していきます。で次また細編み4目、1、2、3、4で5つ目は中長編み、糸を引っ掛けて一度に引き抜く。で次2目開けて3目目が長編みのところですのでここに中長編み3目の玉編みですね。1、2、3で一気に引き抜いて
で鎖編み3目、123、また同じように1、2、3つできましたら糸を引っ掛けて一気に引き抜く。でまた2目開けて3目目に中長編み、よいしょ。で細編み4目ですね、間違えた、よいしょ。1、2、3、4で長編みのところに中長編み、これをあと半分繰り返していってください。1、2、3、4で最後まで1周編めました。で最後はここが中長編みの代わりに鎖編み2目編んだので、鎖編みの2目目に針を入れて引き抜いて10センチほどね、これで糸処理をして完成となります。では糸処理も一緒にしちゃおうかな。この最後の裏側のところは糸を絡ませて切ってしまえばいいんですけども、ここね、こっち、じゃあこっちは普通にねやってみようか。裏側に出てる方はこの裏の糸をこうやって表に響かないように絡ませていけばねいいんですけども、よいしょ。このね最後のところはこの上が鎖編みみたいになってますよね。でこれをきれいにしたくてこう編んできてるので、この糸を糸をですねこっち側にこの隣のここかな、隣の鎖編みのところに針を入れてください。でここの出てきた糸のところに針を入れる。そうするとねここが鎖編みがつながったように見えるので綺麗に糸処理ができます。でこれをやってから普通に裏に糸を絡ませて他と変わらず糸処理をしてください。よいしょ。こんな感じでできました。どうですかね。アメリカンフラワーのモチーフ、裏もこんな感じで、普通にコースターとして使ってもいいんですけども、私はこれもう一枚同じのを作ってこんな感じに作ってみました。見えるかな。これねスマホケーススマホを入れて肩にかけるミニショルダーみたいなの作りました。
色味も結構秋冬バージョンで可愛く作ってみた感じです。ここにねスマホ入れて、こんな感じに作ってみてもいいかなと思います。巾着とかねポーチとかでもいろいろ作って活用してみてください。色の組み合わせもねいろいろ考えられるかと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバーイ。